こんにちは、ジパング55のタカです。今私は石垣島に来ております。以前訪れた小浜島にある星野リゾート小浜島を再訪しに来ました。そちらの様子は次回お届けし、今回は石垣島のおすすめ観光スポットをご紹介します。定番から穴場までたっぷりご紹介したいと思います。このチャンネルはホテル紹介を中心に各地の観光スポットをご紹介しています。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価いただけると嬉しいです。それでは早速ご紹介していきます。今回はおすすめ飲食店と観光地を前半と後半に分けてご紹介していきます。概要欄からご自身が必要なところまで飛ばしてご視聴ください。まずは飲食店をご紹介していきます。石垣島といえば絶対に外せないのが居酒屋のひとしです。本店と別店舗の2店舗があり、市内からはアクセスしやすい位置にあります。今回は石岩当店を利用しました。ひとしでは石垣島で有名なマグロや石垣牛を使った料理、創作島料理などを提供しています。人気店のため予約なしでの利用は困難です。ただ予約を取るのも非常に難しく、事前の電話予約はほぼつながりません。数ヶ月前から何百回かけてつながるかといった感じです。おすすめの方法は来店での予約です。開店と同時に来店し、直接キャンセル待ちを行います。また2日以上滞在する場合は翌日の予約もしくはキャンセル待ちをすると比較的取りやすいです。私は土曜日に開店と同時に訪れた結果、当日のキャンセル待ち7番目を取れました。順番が来ると電話があり、そこからお店に向かいます。結局21時頃に電話がありました。メニューは創作料理が多くあり、どれも美味しそうです。特におすすめなのは、グルクンの唐揚げ、生ウニそうめんチャンプル、石垣牛の握り、マグロなどです。ハーフサイズもあるのが嬉しいですね。正直ハーフサイズでも結構な量あったので、2名で訪れるのであればハーフサイズで十分だと思います。他にも揚げ物や一品料理などいろいろありました。ドリンクも泡盛や焼酎、サワーやワイン、トロピカルジュースなど幅広くありました。こちらが本マグロ3点盛りです。綺麗な赤色をしていますね。このマグロがとろけるようで、かなり美味しかったです。以前星野リゾートの回で大間のマグロを食べましたが、それに劣らないぐらい美味しいですね。石垣島でマグロが有名なイメージはあまりないかもしれませんが、かなり美味しいのでぜひ食べてみてください。こちらはジーマミー豆腐の揚げ出しです。周りがカラッとしており、中はジーマミーの甘さがあってとても美味しかったです。ジーマミー豆腐は落花生から作られる沖縄を代表する郷土料理です。大豆から作られていないので独特な甘さがありますね。この生ウニそうめんチャンプルが絶品でした。生ウニベースのソースにそうめんが入っているのですが、これがよく合っていてかなり美味しかったです。ひとしに来たらぜひ食べていただきたい一品ですね。グルクンは沖縄を代表する魚です。魚を丸揚げしており、骨まで食べれます。いろんなお店でグルクンを提供していますが、骨まで揚げて食べれるお店はなかなかありません。骨はおせんべいのように食べれるので、ぜひ堪能してみてください。こちらは石垣牛の握りです。石垣島のブランド牛として有名です。きめ細かな霜降りと柔らかな肉質、豊かな風味が特徴です。日本国内でも高級牛肉として知られており、石垣島を訪れるなら一度は食べておきたい名物グルメの一つです。お値段は少し高めですが、かなり美味しいのでぜひ食べてみてください。もずくの天ぷらやイカスミチャーハンを注文しました。どれも美味しくペロリと食べれてしまいました。来店時間が遅かったので、ここに来る前にすでに食べていたのですが、それでも美味しくて食べれてしまいました。
来店が難しいお店ですが、その価値があるお店です。当日予約も駆使して、ぜひ訪れてみてください。続いては、アダンテイです。こちらも島料理を提供しているお店です。市内からは少し離れている居酒屋です。石垣港からは車で12分ほどでした。店内には力士の方のサインや写真が多かったです。よく利用されるんですかね。ドリンクはハイボールをはじめいろいろありました。お値段は少し高めかもしれません。メニューはゴーヤチャンプルー、もずくの天ぷらなどいろいろありますね。沖縄らしい料理を食べることができます。ジーマミー揚げだし豆腐、もずくの天ぷら、グルクンの唐揚げ、石垣牛のお寿司などいろいろ食べました。ここは市内から離れていることもあり、比較的入りやすいと思います。島料理らしいものを食べて、沖縄気分を満喫してみてください。続いて、ソーキそばの明石食堂です。石垣島の北部にあり、空港から車で40分ほどです。こちらも人気店で、開店から行列ができていることがよくあります。予約はできないので、並んで待って入店する必要があります。毎週日曜日から水曜日がお休みで、営業時間もお昼のみなので、注意が必要です。私は11時30分頃に着き、1時間ほど待って入店しました。店内は写真撮影は OK でしたが、動画撮影が NG でした。ここからは写真でお伝えしたいと思います。メニューはシンプルで、野菜そば、八重山そば、ソーキそばの3種類です。大きさも大中小から選ぶことができました。ソーキの単品も注文することができるようですね。ソーキは豚のあばら肉、いわゆるスペアリブのことです。机には島唐辛子と紅生姜が置いてありました。今回はソーキそばを注文しました。お肉が大きいですね。これがかなり美味しく、何杯でも食べれてしまいそうでした。麺もコシがあり、何よりスープのお出汁がとても美味しかったです。開店間際に行かないと並ぶかもしれませんが、ぜひ訪れていただきたいお店ですね。続いて、変わったお蕎麦を提供している島そば一番地です。石垣港から歩いて10分ほどの距離にあります。店内はそんなに広くないので、お昼時は少し混み合います。ただ開店は早いので、そんなに待たずに入れると思います。メニューは島そば、ソーキそばをはじめ、もずくそばなど変わったものもありました。他にも一品料理で、ジーマミー豆腐などを提供していました。ドリンクもジュースやビールを提供していますね。私もジーマミ豆腐を注文しました。大きさも結構大きめです。せっかくなので、もずくそばを注文しました。味はさっぱりしていて、結構美味しかったです。さっぱりしているので、ソーキそばのお肉を食べ慣れている人には、少し物足りなさを感じるかもしれません。そういった方は、ソーキそばがいいかもしれません。市内にありアクセスしやすいので、気軽に立ち寄ってみてください。続いて石垣港にある、島内でしか流通しない地産シェイクをご紹介します。石垣港には観光船の販売所やお土産売り場があります。数店舗ですが飲食店も入っています。その中にあるのが、マリアシェイクです。マリア牛乳を使ったシェイクで、ミルクが濃いのにさっぱりしていて、かなり美味しいです。サイズは3サイズから選べます。ベースの味を選んだ後、トッピングソースで味を変えることができます。マリア牛乳を堪能したい場合は、プレーンがおすすめです。今回はプレーンにマンゴーをトッピングしました。マンゴーが濃厚ミルクに合っていてかなり美味しかったです。ぜひ試してみてください。続いては、さよこのサーターアンダギーです。石垣市内にあり、
石垣港から歩いて13分ほどの距離にあります。売り切れると営業終了になるため、早めの利用がおすすめです。時間ごとに味も異なるので、何回か訪れてもいいかもしれませんね。店内は民家を改装したような作りだったので、広くありませんでした。テイクアウトのみ販売しています。一つ一つはそんなに大きくないので、多めに買ってもいいかもしれません。味はかなり美味しいので、ぜひ熱々の出来たてを食べてみてください。飲食店で最後にご紹介するのは A&W です。沖縄県で展開しているハンバーガーチェーン店です。日本国内では沖縄のみに展開しており、沖縄県民に親しまれているハンバーガーです。かなりボリュームがあり、観光客にも人気です。今回は A&W バーガーをセットで注文しました。量は十分で、味も美味しかったですね。ドリンクもルートピアという変わった飲み物がありました。ドクターペッパーのような独特な味ですが、癖になるので試してみてください。石垣島に限らず沖縄県には結構あるので、旅先の休憩がてら立ち寄ってもいいかもしれませんね。続いて観光スポットをご紹介します。最初は玉取崎展望台です。エメラルドグリーンの東シナ海とサンゴ礁、伊原間湾を見渡すことができます。場所は空港から車で30分ほどです。市内からも50分ほどかかります。市内から離れているので、車がないと向かうのは少し大変かもしれません。余談ですが、石垣島は夏季はかなり暑いので、日焼けや熱中症対策を忘れないようにしてください。とても綺麗な海が見渡せます。天気が良いと西表島まで見渡せるそうです。海の透明度が高く、エメラルドグリーンですね。日差しを避ける屋根のついた建物もあるので、綺麗な景色を堪能することができます。午後は気温が高くなるので、朝方や夕方に訪れた方が過ごしやすいかもしれませんね。皆さんもぜひ綺麗な景色を堪能してみてください。駐車場近くには簡単な売店もありました。マンゴーシェイク、塩アイス、石垣牛のハンバーガーなどがありますね。休憩がてら寄ってみるのもいいかもしれません。続いては佐備地鍾乳洞です。干潮時には鍾乳洞を抜けて海に出られる珍しい鍾乳洞です。場所は先ほどの玉取崎展望台からさらに北上した場所にあります。車で50分ほどの距離です。営業時間は9時から17時の間です。入場は大人1200円で少し高めですね。チケットは販売所の自動券売機で購入しました。鍾乳洞は海に出ると二手に分かれており、右側にはパワースポットの岩があるようです。この鍾乳洞はあまり涼しくなく、少しジメジメしていますね。鍾乳洞内の池にいる生き物を見ると幸せになれるそうです。透明度は高いので見つかるかなと思いましたが、見つかりませんでした。鍾乳洞内は基本広かったですが、中にはかがまないと入れない場所もありました。サンゴの化石なども見ることができました。ここは浜崎あゆみのミュージックビデオに登場したことで一躍有名になったそうです。奥に行くと外に出ました。右側に行くと綺麗な海を見ることができました。干潮時は水が張っていませんが、今は膝ぐらいまで水が張っていました。奥にはパワースポットの岩があります。左側は歩道が続いていました。すぐ海に着くかと思ったら結構距離がありましたね。途中にはトカゲなどいろんな生き物がいました。とても綺麗な海に着きました。透明度が高いですね。人も少ないビーチでした。ただ木陰もほとんどなく、日差しが結構暑かったですね。海に続く鍾乳洞も珍しいので、よかったら訪れてみてください。
続いては川平湾です。湾内には大小の島々が点在し、日本百景にも選ばれている美しい湾です。石垣島といえばよく出てくる場所ですね。石垣島の西部にあり、空港からは車で50分ほどです。市内からバスも出ていますが、本数はかなり少ないので注意が必要ですね。こちらが川平湾です。エメラルドグリーンが綺麗な湾ですね。湾内には大小さまざまな島々が点在していますが、潮流が非常に速く、遊泳は禁止されています。入れませんが、海までは近づくことができます。グラスボートもあり、サンゴやカラフルな魚たちを間近で見ることもできます。干潮、満潮により見え方が異なるため、時間帯を変えて訪れてもいいかもしれませんね。人気の場所なので、観光客は多かったです。近くにはお土産店や飲食店がありました。お土産はお菓子や T シャツなどが販売していました。沖縄で有名なブルーシールのアイスも販売していました。サーターアンダギーを販売しているお店もありました。グラスボートに乗らない場合は正直そんなに見どころは多くないですが、一度は訪れたい場所です。綺麗な景色を見てみてください。続いては石垣鍾乳洞です。石垣島最大の鍾乳洞でライトアップされていることも有名です。空港からは車で1時間、市内からは15分ほどの距離にあります。市内からアクセスしやすいので立ち寄りやすい場所ですね。値段はこちらも1200円です。カードも支払いに使えました。全長 3.2km のうち660m が公開されています。鍾乳洞の入り口には蝶々やヤシガニなどがいました。それでは中に入りたいと思います。先ほどの鍾乳洞と違ってこちらは結構涼しかったですね。すぐ外につながっていないので外気温が入ってこないようです。こちらの鍾乳洞は説明が多く、いろんな鍾乳石を見ることができました。石垣島鍾乳洞は約20万年という長い年月をかけてサンゴ礁が隆起してできた鍾乳洞です。小さい水滴が何万年もかけてこのような光景を作ったと思うとすごいですね。トトロのような形もあり可愛らしかったです。ここは鍾乳洞としては珍しく、中がライトアップされています。装飾はクリスマスのようでしたが、鍾乳洞がより幻想的な光景に見えました。歩く場所も整備されていて見学しやすかったです。鍾乳洞の出口付近にはお土産ショップもありました。意外に広く品揃えも良かったので、ここでお土産を買ってもいいかもしれませんね。アクセスしやすいのでぜひ訪れてみてください。最後は簡単にユーグレナモールをご紹介しておきます。ユーグレナモールは石垣島にある日本最南端のアーケード商店街です。石垣市内にあり、空港からは40分ほどです。余談ですが、空港から近くの石垣港には直通バスも出ていて550円です。時間帯によっては1時間に1本ですが、基本は30分に1本運行しています。車内は通常バスなので、大きいスーツケースがある場合は邪魔にならないようにしましょう。ユーグレナモールは多くのお土産が販売しており、ここでいろいろ揃えるといいかもしれません。沖縄の泡盛も飲み比べセットで販売していました。泡盛については次回のリゾナーレ小浜島で詳しくご紹介したいと思います。公設市場もあり、お肉や魚などが販売していました。飲食店もあり、八重山そばや混ぜそばなんかが販売していますね。南国フルーツも販売しており、見るだけでも楽しいと思います。沖縄らしいお土産が多く販売しており、アクセスしやすいので立ち寄ってみてください。それでは今回の石垣島観光
いかがだったでしょうか。今回は島内を重点的にご紹介しましたが、マリンスポーツも堪能できる素晴らしい島です。ぜひ訪れてみてください。今回の動画が少しでも皆さんの旅行に役立てられたら嬉しいです。動画作りの励みになるので、チャンネル登録、高評価、スーパーサンクスをお願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次回動画でお会いしましょう。さようなら。